物語は前回の続きで、ブルーレンジャーはモンスターキングとモンスターリーダーの連続攻撃に追い詰められ、瀕死の状態になります。しかし、モンスターキングがブルーレンジャーを壊滅させようとしたその時、突如、レッドレンジャーが現れ、モンスターたちに襲いかかります。しかし、レッドレンジャーは、モンスターキングの攻撃で倒れ、仲間のレッドレンジャーもモンスターに倒れたことで、ブルーレンジャーは激怒します。モンスターは、レッドレンジャーを永久に、擦ることに成功し、ピンクレンジャーは激怒し、武器スキンを使いモンスターのリーダーたちを攻撃しようとしました。モンスターのリーダーたちも起こされ、ブルーレンジャーによって破壊されなければなりませんでした。モンスターキングもブルーレンジャーによって、ほぼ越されましたが、モンスターキングは、モンスター協会本部にテレポートしたため、ブルーレンジャーは、モンスターキングを破壊することができませんでした。油断しよ。ゴッツァイ、次はあなたよ。怪獣王はテレポートで地球を去った。それはいつか地球の守護者を滅ぼすために再び戻ってくるからだった。ブルーレンジャーはレッドレンジャーがもはや地球の守護者ではいられないことを受け入れざるを得なかった。しかも怪獣たちは再び地球を襲撃してくるだろうから怪獣王を倒す時間など残されていなかった。端的に言うと1年が経ち、ヒーロー協会の誰かが、レッドレンジャーに贈り物をくれた。ブルーレンジャーは、レッドレンジャーが怪獣王に倒された場所へ向かおうとしたのだ。レッドのためにも。ブルーレンジャーたちはその場所に行きましたが、怪獣王が怪獣のリーダーたちとケロコ怪獣たちを連れて次元の門を通ってやってきたことに彼らは驚きました。1年が経過した後、怪獣たちは地球を破壊しに戻り、ブルーレンジャーだけが地球の守護者として残り、ブルーレンジャー対怪獣協会の間で壮大なシーンが起こりました。モンスターの王は彼の恐ろしい軍隊を引き連れて戻ってきました。彼らは最初に会話をしましたが、モンスターの王とモンスターのリーダーは地球の守護者を攻撃しようとしました。彼は変身しなかったため、地球の守護者はモンスターからのパンチを受け続けて圧倒され、モンスターの王の計画はブルーレンジャーをモンスター本部に連れて行くことでした。影レッドはどうせ俺たちに殺される運命だったんだよ。いずれこの私の良さがわかるようになるだろう。ブルーレンジャーたちはケロコ怪獣に足かせをかけられ、怪獣の上司たちから100ボルトの電流を流され、
追い詰められたが、怪獣王が怪獣協会本部へ連行しようとしたとき、ブルーレンジャーたちが襲撃し、アースプロテクターモードに変形、既存の怪獣を全滅させる準備を整え、再び壮大なシーンが繰り広げられた。ヒーローモードに入っていたにもかかわらず、大地の守護者だけではモンスターを倒すには至らなかった。絶好のチャンスが訪れ、彼は即座にブルーレンジャーに変身した。しかし、モンスターリーダーは突然攻撃を仕掛け、ブルーレンジャーの変身を阻止しようとした。さらにモンスターリーダーは再び毒針を放ち、ブルーレンジャーを圧倒した。影ブルー。怪獣の狩猟たちが1000ボルトにも及ぶショックを与え続けたため、青レンジャーはエネルギーが足りず、怪獣たちは地球の守護者を孤にすることに成功し、怪獣協会本部へと連行した。端的に言うと、ブルーレンジャーたちは、怪獣協会本部内でうまくやっていなかった。監禁によって無力化された今、怪獣王はやりたい放題だった。ブルーレンジャーが壊滅する前に、怪獣王はまず、ブルーレンジャーの田んぼと山を工作しようと考えたのだ。怪獣たちは、地球の守護者たちと協力できることを喜んでいた。お前とこの私がどうだ？魅力的な話だ。モンスターはブルーレンジャーの山や田んぼでも活躍しました。このシーンは絶対に見逃せないので、とてもエキサイティングで、最も待ち望まれていたシーンです。私たちのチャンネルが気に入ったら、毎日更新するのでフォローしてください。お前は、やり方と、お前も想像がついてるだろう。